皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ危機についてです。ロシアのプーチン大統領がウクライナ領内における傀儡政権を独立国家として認め、それらの国にロシア軍を駐留させるという計画を発表しました。これに伴ってロシア軍がウクライナ領内に列をなして侵攻するといったことがすでに見られる状況となりました。このことからも一つ大きな出来事として記録していく必要があります。なぜならば、ウクライナというのは物理的に言えば日本からは遠いところにあるわけですが、だからといって一体何が起こっているか、その重要性については私たち日本人にとっても実はものすごく重要な意味を持ちます。それは武力をもって領土を切り取るというのが現代においてもなお行われるし、それを防ごうと思って声を上げたところで武力行使する側をそうそう止められるわけではないという現実を私たちは見せつけられるからです。このことは別にロシアだけではなく中国にも当然利用される構図があり、どのような形をもってしてこのような武力による領土拡張がなされるのか、これは非常に注目していかなければなりませんし、また日本も大きく教訓となる出来事となろうとしています。今回はそのあたりの理解を深めるためにウクライナ情勢についての解説を行っていきます。それでは関連ニュースをどうぞ。プーチン氏、ウクライナ東部へ派兵命令。平和維持を名目。ロシアのプーチン大統領の大統領令で、親ロシア派武装勢力が実効支配するウクライナ東部の2地域にロシア軍を派遣するように国防省に指示した。平和維持が目的と主張し、ウクライナへのロシア軍の展開を正当化した。派兵命令で同国をめぐる緊張は一段と高まる。派兵の対象は、ロシアを後ろ盾とする親ロシア派武装勢力が占領するウクライナ東部のドネツク州とルガンスク州の一部地域。プーチン氏は派兵命令に先立ち、この2地域を独立国家として承認すると一方的に宣言していた。大統領令では、親ロシア派との外交関係の確立や相互協力などを定めた条約の締結も外務省に指示した。タス通信によると、この条約には、ロシアが2地域に軍事基地を設ける権利が盛り込まれる。ロシア軍がウクライナ東部での長期的な駐留を狙っている可能性がある。ウクライナ東部では、ロシアや親ロシア派がウクライナ軍からの攻撃を主張し、18日に占領地域の住民がロシアへの避難を始めた。ウクライナは攻撃を否定し、米欧はロシア側が侵攻の口実を作ろうとしているとみて警戒を強めていた。それでは地図を確認しましょう。今回問題となっているルガンスク、ドネツクというのはウクライナの東部です。そして現在のところドネツク州、ルガンスク州に親ロシア派の武装勢力があり、この武装勢力を一つの国家としてロシアのプーチン大統領は承認すると宣言を行いました。そしてこれらの地域の安全を維持するためという名目を作って、実際にウクライナ領内にすでにロシア軍は列をなして侵入しているという報道なども見られます。現在懸念されているのは、このロシア軍のウクライナ領への侵入というのが、果たして一部地域で進むのかという点です。そこで一番注目されているのが、ロシアからの国境からそれほど遠くない首都キエフとウクライナにとっての非常に重要な工業都市ハリコフがロシア軍の侵攻を受けるのではないかと警戒されています。ハリコフはウクライナの要衝都市で人口でも第2位ですが、ソ連時代でも屈指の工業都市だったわけですが、現在ではウクライナにとっても非常に重要な拠点であり、兵器産業やもしくは航空機のエンジンなどを作る重工業地域です。日本ではどうしても遠い国ということもあって、なんとなくイメージとしてどのくらいの大きさの国かというのがわからないことから、インターネット上ではヨーロッパに置き換えた場合どのくらいの大きさなのかといったことを示して、ウクライナの状況といったものをより深く理解するために情報提供している方などがおられます。こちらがその地図なわけですが、西はロンドンから東は東欧まで伸びるほどにウクライナというのは地理的にも大きな国です。ですから日本のテレビ局などがウクライナの西部の都市にやってきて、まだまだ緊迫感はないといったようなことを伝えるのは、そのようなことが理由として挙げられます。軍事的な侵攻が差し迫っている西部に対して、東部ではどちらかというと安全だと考えられているために、ウクライナの国内における避難なども西部に目が向いている状況です。また人口の面で言っても、ウクライナはヨーロッパにおける有数の国です。
まずロシアが 1.4 億人と一番多いわけですが、ヨーロッパの国々というのはロシアを除けばそのほとんどが1億人以下の国であり、ウクライナの人口は4000万人。この人口数というのはヨーロッパで7位に該当します。決して小さな国というわけではありません。プーチン大統領は今回一つ注目すべき手段を用いました。それは、ウクライナ領内に傀儡政権を作り、その傀儡政権の求めに応じる形で、ロシアはウクライナ領に兵を派兵したという形を取ったことです。つまり、ウクライナに対する宣戦布告などはしていないんだけれども、しかしウクライナの領土はもうウクライナのものではなく、この人たちが独立したんだから何も問題ないよねということを一応体裁としては作ったわけです。このようなことは基本的に第三者である私たちから見れば無茶苦茶な理論だというふうにすぐにわかるわけですが、プーチン大統領もそのことについて別に気にしている様子はありません。なぜならば、ロシア国内向けの情報工作というものも積極的に行われていて、ロシア国民向けには全てはロシアが悪いのではなく、欧米が悪い、もしくはウクライナが悪いといった具合にして、責任転嫁はすでに行われているからです。例えば、プーチン大統領はこれまで何度となく NATO の東方拡大について批判するといったことを行っていたわけですが、ここ最近ではそれよりもさらにもっと細かい情報工作を行っています。例えば、ウクライナ領内にいる親ロシア派の傀儡政権がウクライナ軍の攻撃を受けたことによって住民の大量虐殺が起こっているなどと吹聴し、それに伴ってこのような蛮行を行うウクライナ軍は失敗国家である。そして失敗国家であるそのウクライナを陰で操っているのはアメリカやヨーロッパであり、このような失敗国家は救わなければならないなどという救済案としてのウクライナの打倒もしくは吸収政策といったものについても少し言及するほどです。ですからここ最近ではロシア側のメディアが現地に入ってこんなに住民がひどいことになっているのはウクライナ軍からの攻撃や砲撃、空爆などがあるからだみたいな話を作り上げて、それをロシア領内に一斉に振りまいて、ああなんてひどいことをウクライナ軍はするんだといったような政治宣伝工作を行い、これによってウクライナ領内で独立する人たちというものを救わなければならないというそのような国内の支持を広げる政策というものを行ったのです。そして国家承認を行ったということも一つ大きな重要な出来事です。それはあくまでもこれまでというものは影から支援したという形をとってきました。現地において独立をしたいという人たちがいたんだけれども、それらの人たちがなぜか訓練された兵士たちがたくさんいて、なぜか銃器が常に豊富にあって、なぜかそのような本来であれば資金が豊富でなければ維持できないような軍事力というものを保持し、ウクライナ軍の構成というものを全く意に介さず存在し続けているなどというようなあからさまなロシア軍の陰からの支援というものがあったわけですが、今後は国家として承認した以上これらに対しての明確な表立った支援というものを行うことができるようになったわけです。しかも国家として承認した以上において、もはやウクライナ領内ではないという前提でロシアは動くわけですから、今後独立したこれらの地域というものをそれこそ現地の人たちが望んだんだ、だからロシアに吸収するんだといったことも一つ外交政策の終着点として見えてきたわけです。これはロシアのプーチン大統領が言っていた NATO の東方拡大を防ぐという意味において、ロシアの国境をじゃあ西側にどんどんと伸ばしていこうというそのような政策の表れだと考えられます。また国家として承認した以上、今後どのようなことがあっても、すでに何かあっても別にロシアのせいではなく、あそこにはもう国ができたんだから、ロシア軍がいようといまいとこのような国境の変更というものを変えることはできないと、ロシアは突っぱねることとなります。ですから今後どのような外交交渉が行われても、すでにロシアにとっては負けがないところまで前に出たわけです。なお、このような情勢に対して一つ日本のテレビ局の中では間違った解説が行われることもあります。それはどのようなことかというと、今回の一件について内戦という表現を行う方がおられますが、これは間違っています。なぜならば、ウクライナ領内にできた傀儡政権というのは基本的にはロシアの後ろ盾がなければ存在することができません。またその軍事力について言っても、明らかにロシア軍の供与を受けたものが主体であり、基本的にはこれは侵略の先兵として作られたものに過ぎません。ですから内戦という表現ではなく、あくまでも
ロシア軍を偽装した現地武装勢力と考えた方が良いでしょう。ですから侵略というものは以前から進んでいたわけです。実際問題、クリミア半島をウクライナから奪った時点においてすでにロシアは侵攻していると考えることができるわけで、そういった意味においてはウクライナの国民がロシアに不信感を抱き、そして NATO へと入りたいと考えるのはむしろロシアが追い立てたその結果だとも言えるわけです。このような一連のロシアによる体裁を取り繕った侵略行為といったものに対して各国が非難の声を上げていますが、今回の件をもってして例えば国連が制裁を科すといったような動きに出ることはほとんど不可能だと考えられます。なぜならば今回の一件というものはロシアがそもそも国連常任理事国の一国である以上、国連が全体の意思としてロシアを非難することというのは基本的にはありえないからです。またその他の面においても現在のウクライナは非常に厳しい立場にあります。それは現在のウクライナというのは NATO に加盟しているわけではありません。ですからアメリカにしても EU 各国にしてもウクライナに対する侵攻作戦が行われたとしても防衛義務を持つようなそのような相互の軍事同盟といったものを持っているわけではありません。ですから何かするにしても基本的には義務ではなくあくまでも気持ちとしてやるということになります。実際ウクライナに対する武器供与といったものは何かの条約や約束ごとに基づいて行われたものではありません。近隣国からの例えば武器供与であったりもしくは武器の売却であったりといったものが進められてはいますが、これらはあくまでも協力を申し出るといった形で行われているものであり、何か決まり事として行われているわけではありません。ですから今後ウクライナ領内にロシア軍がどんどんと入ってくるよという状態になったとしても、ウクライナにとっては同盟軍といったものが外に存在するわけではないのです。だからこそウクライナはいち早く NATO に加盟し、集団防衛体制というものの中に自国の生きる道を見出していたわけです。そして同盟軍が後からやってくる危険性がないということはウクライナ一国でこの事態に対して対処していかなければならないことを示しています。ニュース記事の紹介の後に私は2つの都市が襲われる危険性があるという話をしました。それは首都キエフとウクライナにとっても工業都市のまさにその頂点であるハリコフがロシアに奪われるかもしれないということです。この場合ロシアがどこまで侵攻してくるかというのははっきり言って分かりません。いくつかの案としては、例えば黒海に面する地域において全て占領するまでその侵攻は止まらないのではないか。つまり現在のウクライナ西部にわずかに国土が残るのみで重要な拠点などについては全て奪われる危険性がある。そのような点についても考慮しなければならないほどの非常に緊迫した状態へと事態は悪化しているわけです。このような状況というものはウクライナにとっては大変なわけですが、それでもまだまだ遠い国の出来事に過ぎないと考えている人はまだ日本の中には結構いるかとは思いますが、ここで重要なポイントを見出さなければなりません。それは経済的な打撃が見込まれるようなことをしたとしても軍事的な侵攻を止めるその抑止力にはならないことが今回のロシアの行動に見出せるということです。例えば経済的な相互交流というものがあればそれによって双方にとって利益ができます。例えば現在の話で言えばロシアは天然資源をヨーロッパに積極的に売っている状態で、そこで得た代金というのが国家の財政の柱となっています。ですからウクライナに対して侵攻作戦を実施するようなことになれば経済制裁を招くことにより自国の経済にとっても当然打撃が出ます。ですから自分にとって損が出るんだからそんなことはするはずがないだろうといういわゆる合理的な考え方というのがあれば戦争は起こらないはずだという結論にへと至るわけです。ところが現在の行動というのはそうした意味においては一応制裁は取っているんだけれども何らかの経済制裁は免れないほどにロシアは自分の行動といったものを全く抑制せずどんどんと領土を取りに来ている状態です。これは単純にプーチン大統領にしてみればドイツにしてみてもロシアの天然ガスに非常に依存している状態で経済制裁するといってもノルドストリーム2については差し止めるかもしれないがまだまだなんだかんだ言ってロシアの天然ガスを買い続けるだろうという甘く見ているのかもしれません。もしくは全く買ってくれなかったとしてもそれらについてはどんどんと中国側に流せばいいと考えているかもしれません。経済的な打撃があったとしてもそれ以上にウクライナの領土を削り取ってしまった方がいいといういわば損得を抜きにした考えがあるかもしれないわけです。
このような考え方というものを例えば中国に当てはめた場合においては非常に危険なことがわかります。例えば中国にとって台湾というのは相互に貿易関係があり、武力的な侵攻を行ったとしても得が出るわけではありません。基本的にはビジネス上においてはマイナスのことばかりです。ところが今回の件をそのまま応用して考えてみましょう。例えば台湾内においても親中派の人たちはたくさんいます。それらの人たちが例えば分離独立もしくは中国へと併合することを望んでいるなどということを一つの口実として治安維持目的で台湾に軍隊を派兵しなければならないと習近平国家主席が考えて、それを国際的な一つの軍を進める理由として表明した場合において、もしかしたらそれを止める手立てがないかもしれないというわけです。それだけではありません。日本についても全く同じことが言えます。例えば北海道において先住民の方たちが一つの口実として使い、いやいやこれらの人たちが求めているんだから日本から独立し、そしてそれらの国を守るために北海道にロシア軍を派兵しなければならないよねなどという無茶苦茶な論理展開をしたとしても、それを防ぐ手立てがなかったとしてはそんな恐ろしいことはありません。同様に沖縄についても同じことで、沖縄の人たちが日本から独立したがっているというのを中国がでっち上げるような形で分離運動というものを沖縄で展開し、そこに人民解放軍を派兵したいなどというプランというのも荒唐無稽なようでいて、しかしその荒唐無稽なようなシナリオというのを今まさにロシアはウクライナ領内で実際に行い、そして領土をかすめ取ろうとしているわけです。つまり今回の出来事というのは、いわば戦争というのは経済的な相互関係が深まることによってきっと起こりにくくなるだろうという、そのような目論見が外れ、結局のところ戦争というのは不合理な理由によっていくらでも現代でも起こりうるんだよという、そのような幻想を打ち砕く歴史の転換点になろうとしているわけです。残念ながら日本においては戦争というものは起こらないというのを前提にして憲法9条をはじめとして何事も起こらなかったんだから今後も何も起こらないみたいな全く無茶な論理というものが通っている現状なわけですが、世界に目を向ければこのように武力による恫喝といったものが実際に勢力を拡大させる勢力が出てくるんだというのを私たちにまざまざと見せつけています。というように今回の出来事というのは、ウクライナは物理的に言えば遠い国の出来事ではあるけれども、そこで起こっている出来事の本質というものは日本にとっては非常に身近なことになりうる、そのような危険性を持った出来事だということです。今回のニュースを聞かれている皆さんはどのようなことを考えたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、また動画を評価してくださる方はぜひとも SNS 等で拡散をお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。